皆さんこんにちは。日本人が日本語で話す日本語の勉強がしたい人のためのポッドキャスト、日本語ジムへようこそ。今回は日本語ジム22歳の悩みっていうのを軽く話していけたらなと思っています。で、実は僕は22歳で、日本では新卒って言われる、大学を卒業して春から新社会人として会社で働いていく世代なんですけど、僕はその新社会人っていう道を選ばずに、今は大学卒業してから、いわゆるニートと言うんですけど、仕事もせずに働かずにずっと、収入源がない人のことをニートって言うんですけど、今僕は大学を卒業してニートをやっています。で、なんでニートをやっているかっていうところなんですけど、実は僕は大学在学中に最初に一足早くインターンっていう形で入社する予定だった会社でずっと働いてたんですね。で、そこはどういう系の会社だったかっていうと、電気とかガスを安いところに買えませんかっていう営業をする会社だったんです。で、その営業の方法が訪問販売っていう形をとってました。ただ僕はこの訪問販売がやりたくてその会社に入社していたわけなんですけど、この訪問販売ってどういうものかっていうと、文字通り個人のお宅お家に何のアポもなくピンポンを押して出てきたら電気とガスを売るっていうやり方です。ただ僕はそれがやりたくて入ったんですけど、これってやっぱり、聞いた感じめちゃくちゃきつそうじゃないですか。で、実際きついんですよ。ただ訪問販売をやってれば営業力っていうのもつくだろうし、メンタルも鍛えられるんだろうなっていうのを本で読んでそれで入社を希望して入って、6ヶ月間ですけどやってました。はい。ただでもやっぱりなんでその営業力が欲しかったっていうと、僕自身まあとても大きな夢があって、それを叶えるために最初のファーストステップとして訪問営業を選んでました。で、なんで辞めたかになるんですけど、正直今から話す理由は自分の中では3割程度の理由なんですけど、そのインターンでやってる時の勤務時間っていうのが、最初の書面上だと朝の10時から夜の20時までだったんですけど、なんで合計12時間10時間で休憩が3時間っていう形だったんですね。なんで書面上だと10時間拘束の7時間勤務になってるんですけど、そんな3時間も休憩できるわけはなくて、訪問販売なんでやっぱり現場に出てるとどうしてもポイントっていうものがあるので、月間ランキングとかにも影響してくるんですけどっていうのがあるので、やっぱりみんなは3時間なんて休めないんですよ。ポイントがあるんで、なんで僕は1時間は休憩取ってたんですけど、本当にやる人だったら、30分とかですぐまた現場に出るっていうことも全然ありました。なんで実動で言ったらもう9時間とかにはなってたんですけど、本当に最初の方はね。ただまだこれだったら全然普通なのかなって思うんですけど、普通ではないのかもしれないんですけど、このあと3ヶ月後くらいにどんどん朝礼やらなんやらで出社時間が早まるんですよ。で、最終的に僕は8時50分には出社してました。なんで家から1時間ぐらいかかってたんで、朝はもう6時50分とかに起きて、で終わる時間も20時までだったんですけど、もう最後の方になってくると20時半まではピンポンしていいよっていう形だったんですけど、絶対してねっていうような雰囲気でした。で、これを言うと怒られちゃうんですけど、で終わる時間っていうのは20時半でピンポンは本当に終わりました。ただそっから謎のって言ったらこれもまた怒られちゃうんですけど、修例っていうやつなんですけど、今日一日を通しての自分の営業をみんなでフィードバックする時間があったんですね。これがみんなでやるんで1時間半とか1時間ぐらいかかっちゃうんですよ。なんでもう20時半に終わってフィードバックなんてやってると、その現場でもちろんやるんで10時ぐらいになっちゃうんですね。22時
で22時にやっとフィードバックも終わって、これで終わりなんです、仕事は。でそっから現場ぐらい、家から1時間ぐらいかかっちゃうと23時に家に着くことになるんですよ。一回考えてほしいんですけど、6時50分に起きて朝の準備なんて生きてる感覚しないじゃないですか。他のことなんてできないし。なんで僕のもう個人的な体感だと、仕事してる時間っていうのは6時50分から23時だったんですよ。その間仕事のことしか考えてないですから。ただその会社の考え方でもあるんですけど、僕自身も最初はそう思ってたんですけど、その訪問販売の仕事をやるから将来に活かせるスキル、お金が稼げるスキルを身につけられると思って、それを頑張ってやってるわけです。それが悪いって言ってるわけではないです。ただでも僕自身それ以外にもその空いた時間でやりたいことがあったんですね。例えば今やってる日本語ジムとか、それができないんですよ、そんな働き方をしてると。なので入社するタイミングで入社は正式に辞退させていただきますっていう形で辞めました。で今ニートに至るわけです。で悩みなんですけど、やっぱりこう社会のレールから外れてニートとして生きてみると、すごい毎日焦燥感に駆られるんですよ。焦燥感っていうのは何か焦る、何か不安だっていうようなイメージですね。イメージしてもらうと、学校のテスト前とか大事な試験前に勉強せずに携帯をいじってる時になんか不安になるじゃないですか。そういう感覚が起きてる間ずっとなるわけですよ。現にお金も稼げてないですし、バイトもしてないですし。でそこでやっぱり周りの友達っていうのは新社会人としてしっかり働いてお金も稼いで、花金だって言ってみんなで飲み行って、めちゃくちゃ充実してる人生だなって思います、見てると。でもやっぱり僕はその仕事辞める時にも言ったんですけど、夢は100億円を稼ぐことですって言って辞めたんですよ。でも上司の人はもうそこの会社の人めちゃくちゃいいんで、やっぱ笑わずに真剣に考えてくれたんですよね。僕が100億円を稼ぐためにはっていうところ、それはいいんですけど、なんでそんなでっかい夢目標があるので、やっぱり社会人、正社員だとそこにはたどり着けないんですよ。そのファーストステップというか手段ではあるんですけど、こんなこと言ったらなんかあれかな、変かな。最初の手段として今 YouTube を頑張っています。ただこれは手段でしかなくて、自分自身多分成功体験が欲しくてこれを頑張ってるんだと思います。もちろん僕自身韓国語を勉強してて、こういう YouTube に助けられたっていうのもあって、自分もそういう風な人になりたいなと思ってやってるっていうのもあるんですけど、もう一つは成功体験がやっぱり欲しいんですよ。この成功体験があるとどうなるかっていうと、やっぱり自信につながって一歩一歩が迷いなく進めるんですよね。これがあるだけで。それが欲しくて頑張ってます。ただやっぱり現状うまくいかないですし、なんか他のことをやった方がいいんじゃないかっていういろんな選択肢がもう世の中ありすぎて、 SNS とか見ちゃうともう迷って迷走してる気がするんですよ。迷走してる挙句に現在自分で稼ぐ力なんてゼロだし、結局バイトしてお金を稼がなきゃいけない。ただじゃあこの YouTube に残しておきますけど、持論を持ってる人が強いなって思います。自分の意見、自分の考え方ですね。それを突き通して最後までいける人は強いなって思います。でその持論を固めるにはやっぱ自信が必要だと思います。なんか今見てる人も悩んでる人多いと思います。将来に対してとか、本当に自分がやりたいことは今やってることなのかとか思っている人いると思います。でも結局お金を稼げずに死んだっていいと思いますよ。なぜなら正社員になることって安定を求めてるわけじゃないですか、人生に対して。ただよく考えてほしいのは、
この地球、この宇宙っていうのはもともとすごく不安定なものじゃないですか。地球だって寿命がありますし、宇宙にだって寿命があるっぽいじゃないですか。なんでそういう宇宙とかってもともと不安定な存在なんですよ。僕たち何も分かってないですし、不安定な宇宙に住みながらその小さな地球で安定を求めてるっていうのは何か変な気がしませんか？だったらせっかくなんか生まれてきたんで、もうなんか自分の思うままにやっちゃえばいいんじゃないですかね。その宇宙何十億何百億の時間の中のたった何百年じゃないですか。だったら醜い死に方をしても自分が頑張った結果であればいいんじゃないですかねと、僕は今こういう風に考えながら気持ちを保てています。他に何か言いたいことがあったらまた同じような感じで出すので、今回はこれぐらいにしておこうかなと思います。ということで、日本に住む22歳の若者の赤裸々な悩みをぶちまけて、日本語はめっちゃ聞いて頭パンプアップしたと思うので、今回はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。